コウサギちゃん、痴漢してますか？ひまりはされることになりそうです。コウサギちゃんたちにひまりの命運がかかっています。ごきげんよう、望月ひまりだよ。極限痴漢得意展発売。うわーい。痴漢愛好者たちが集いし闇の組織バチカン。ここでは日々触り手と呼ばれる痴漢たちが動画配信を行い、会員たちによる多額の投げ銭が飛び交っていた。どこか満ち足りないフリーでの痴漢を行っていた青年草壁喜一は、カメオと名乗る謎の人物からバチカンへのスカウトを受ける。一触り手としてバチカンを上り詰めていく喜一。徐々に明らかになるバチカンの内部。ぶつかり合う痴漢たちの矜持。痴漢依存症に落ちた女たちが乗せられる列車。箱舟とは何なのか。バチカンの真の目的とは。クライマックス痴漢アドベンチャー極限痴漢得意展発売。ひまりこれ前から気になってて、ツイッターでも時々触れてたんだけど、これを見たアストロノーツシリウスさんから M&M 先生の書き下ろしひまりをもらったり、企業案件をいただけるということでやり取りをしているうちに、あれよあれよという間にひまりが痴漢されるかもしれないことになりました。はい。極限痴漢得意展はちょっと発売直前だからどうにもできないけど、アストロノーツシリウスさんの次回作で出演をどうかとっていうお話をいただいてね。あくまでまだ新作は発表されてないから、次回作がどうなるかは置いといてっていう前提なんだけど、アストロノーツさんからいただいたオファーによると、1、背景画像に出演テレビモニター、電車内などの広告にひまり様の画像を掲示。2、登場キャラクターのセリフで望月ひまり様について言及。3、作品内背景に YouTuber ではなく背景キャラクターの一人として登場する。4、作品内に立ち絵付きキャラクターとして登場する。5、モブとして登場エッチな目に合うやつ。痴漢とかに合っちゃうかも。米印。ひまり様の清楚なイメージが最も損なわれるため、お選びいただくことはないかと思いますが、一応提案内容に含めております。アストロノーツシリウスさん、ひまりを甘く見ないでください。いけますよ、痴漢。そもそもひまりは清楚と思われてないですよ。エロゲとしてはひまり別に痴漢がダメとかそんなのは全然ないのね。何しろひまりがやってきたエロゲって言ったら、量の塾の量の木の節の段の順の愛が当たり前なわけだから、むしろ痴漢なんか生ぬるいぜみたいな。ていうかそもそも少なくともこのゲームの痴漢はスタイリッシュな指技を使う痴漢っぽい何かだから。もともとこのゲームの原画さんっていうのはアトリエかぐやさんで最終痴漢連写を作った人で3作出てるんだけど、3なんかはもう超スタイリッシュな作品だったのね。俺が痴漢するのは共に登っていくことができるメスだけみたいな感じで、もう幸せな痴漢しかいないし、あと必殺技とか使います。自分と相手を異空間に閉じ込めるギルティプリズンとか、稲妻のような一撃ライトニングチャージとか。漫画版なんかほとんどジャイアントロボだったし、アストロノーツさんがアトリエかぐやさんから独立した裏にいともたまやすく行われるえげつない行為や口に出せないような確執があったりする可能性もあるから、これ以上の言及は避けますが、クライマックス痴漢アドベンチャー極限痴漢得意点もその系譜にあるから。ともかく痴漢のようで痴漢じゃないの。いや、痴漢じゃないって言うとタイトル詐欺みたいになっちゃうからあれなんだけど、クライマックス痴漢は痴漢を超えた痴漢みたいな、皿うどんはうどんじゃないみたいな、女の子にひどいことをする量の辱じゃなくて素質のあるメスとの切磋琢磨みたいな。相変わらず必殺技もあるしね。虫指、ヘビ髪、タコ絡み、ムカデ指。最終的には暴れオロチ。痴漢とは思えないくらいのスタイリッシュな技リストがあります。
まあ技説明を見ると、尻を揉む尻を揉む、乳首を攻める乳首を攻めるを一息に繰り返すことを一式回ムカデ指と呼んでるだけなんだけど、スタイリッシュなカットインも入ります。コウサギちゃんが知ってる痴漢にはさ、必殺技カットインって入らないでしょ。電車とかに乗ってて痴漢がカットインするの見たことある？クライマックス痴漢には入ります。ひまりもさ、女の子の尻をもみしだいてるだけで誰かがかっこよくカットイン入れてくんねえかな。こうさ、声を出したければ出してもいいんだぞ。出さないんだよな。声を上げたらどうなると思う？次の駅か。これで決める。ムカデ指。みたいなさ、ひまりも繰り出してよ、ライトニングチャージをよ。アストロノーツさん、ひまり痴漢として出演できませんか？確かに痴漢は男の世界。バチカンの会合で主人公が背後を取られて、この俺が背後を取られるなんて敗北だ。気配の消し方、方法、体さばき、こいつ本物だみたいになったり、薬を使うだなんてお前の痴漢は間違ってる。鍛え抜いた目と指だけで女を喜ばせるのが痴漢だ。あくまでお前のやり方はそうかもしれない。だがこれからも俺は俺のやり方で痴漢をさせてもらう。タイマーみたいな男と男の世界であることは重々承知ですが、ここらで女の子だってヒーローになれる、男の子だってプリキュアになれる、ひまりだって痴漢になれる。いや、普通にありだと思うんだよね。痴漢って言うと触る方、痴女って言うと触らせる方、触り手と触らせて。でも女の子が触る方になってもいい、そうは思いませんか？痴漢界のフロントランナーとしてどうかご一行よろしくお願いします。スタイリッシュなカットインを入れてもらいたいです。次回作が痴漢じゃないなら竿役でもいいです。頑張ります。ということで、ひまりが将来活躍するかもしれない痴漢の世界のことも紹介しておきます。まあバチカンのことは紹介しちゃったから、あとは女の子のことなんだけど、一応ヒロインも紹介しておきます。まずパッケージにもなってる鴨いすみちゃん、バーチャルキャスターの中の人をやってる声優さん。人見知りで自分に自信がない彼女、痴漢で自信を与えましょう。マハタシュカちゃん、厳しい家庭で育ったメスガキです。痴漢で分からせましょう。対馬白亜ちゃん、厳しい家庭で育った女教師です。痴漢で解放してあげましょう。矢坂あおりちゃん、自由奔放でメンタルがメスガキのアイドルです。痴漢で素の彼女と向き合いましょう。朝と凛、パパ活をしている黒ギャル、痴漢で真の愛を教えてあげましょう。これがクライマックス痴漢アドベンチャー極限痴漢得意点なんですね。ピーチの戦いの行方は
バチカンの目的は、そして痴漢依存症に落ちた女を乗せる電車箱舟はどこへ向かうのか。その行方をコウサギちゃんたちも見届けてください。最初はまっとうにゲーム本編を紹介する予定だったんだけど、アストロノーツさんの担当者さんにもっと自由にやれよって言われたので、ひまりは自由にやりました。これがひまりの自由です。どうですかアストロノーツさん、ひまりを痴漢として出演させるつもりないですか？ひまりめっちゃ触りますよ。ひまりめっちゃほぐせますよ。ひまり英検準2級持ってますよ。どうですか？そしてコウサギちゃんどう思いますか？アストロノーツさんが参考にしてくれると思うので、ひまりにはこんな感じでエロゲ出演してほしいっていうメッセージとともに、ハッシュタグ極限痴漢ひまり、これでツイートしてください。やるかやられるか、コウサギちゃんたちにかかっています。クライマックス痴漢アドベンチャー極限痴漢得意展発売中です。チャンネル登録よろしくね、お願いします。チャンネル登録してねしてね、よろしくして。